おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、絵を描くのに困ったという時に、この動画を見てもらえればなと思って、動画を作ろうと思っております。例えば何を書いたらいいかわからないとかっていう人案外困ったりすると思います。で、身近なものから美を見つけてみてはということで、美の探し方という動画も上げておりますが、実際に本当にプロの絵描きさんとか有名な絵描きさんが実はこんな絵を描いていて案外面白いよというのをお見せできればと思っております。で、なんでこういう動画を作ろうかと思ったかというと、学生さんとかで、例えばプランニングをエスキースですね持ってきて、先生見てくださいということで見て、でこれはどういうところから発想を得たんですかっていうと、案外あっさりインターネットにこういう画像があってっていうか言うんですよ。で、僕それすごいと思って、これはもう先生の責任やなと、これはまずいぞということで今回こういった動画を作ろうと思いました。今鬼好評というのをやっているんですけども、何週間にわたって例えば送ってきてる方で、毎週めちゃくちゃ構図がいいなと思って、ちょっと待ってよと思って調べてみたら、やっぱ出てくるんですね。全く同じ写真が。で、その方にちょっと聞いてみたら、著作権的には問題ないはずですと、営利目的ではないのでということを言うんですけども、これ YouTube っていうのは実は私自身に収益が入るので、もうこれで営利目的になってるんですよっていうことをなかなか理解できないという部分があって、自分にとっては別に問題ないと思っていても、それを表に出してしまうということは、そこである権利が発生するということも起こり得ます。だから自分の修作のためとかやったら全然問題ないんですけども、でそれが日常化してしまうとすごくややこしい問題になることってあるんですね。で、例えば今から15年ぐらい前に、とある絵描きさんがすごい、とあるヨーロッパのパスタの美味しい国かなんかの絵かなんかをパクったんじゃないか疑惑というのがもう連日ワイドショーで報道されたことがあるんです。皆さん覚えていらっしゃいますかね。とか、今から何年ぐらい前ですかね、5年ぐらい前ですかね、大きなスポーツの大会があります。その大会の何かですね、公式の何かを作るという際に、あれあれっていうことで、4、5年前に騒がれたこと、皆さん覚えている方も多いんじゃないでしょうか。今から2、3年前、とある美人な方かな、絵を描かれる方がライブペイントで、人の画像を見ながら絵を描いていたというので大問題になったということも実はあったりするんですね。その若い方に関してはやっぱり特に学校の先生の責任もあると僕はその当時思っていたんで、日頃からその学生さんとかにはインターネットの画像を見るなとはもちろん言いませんし、それは無理なんで、ただそれをトレースするような形とか、例えば反転させて使うとか、そんなこと絶対やめた方がいいです。もう本当にそれによってその人の人生が終わってしまうというか、ずっとそれがインターネット上に残り続けてしまうんですね、今の時代というのは。一昔だったら昔前だったらそういったことはなかったんですが、今インターネット上にもずっと残り続けてしまいますので、極力というか、もう自分のオリジナルをどうやって探していくか、そのためにも実はすごく背伸びしたことじゃなくても、今日お見せする絵描きさんたちというのはものすごい身近なものを絵に描いています。で、そういったことも参考になればと思って、今回動画とさせていただきました。ぜひ、参考にご利用いただければと思います。で、まず一番初めにお見せするのは、皆さん知っているような作家さんですね。ゴッホという絵描きさん。ゴッホのこういう作品があります。こういう作品、アーモンドの枝とか花とかそういう題名だと思うんですけども、これ本当に私がYouTube で桜の描き方という動画を上げてるんですね。誰でもこういう風に写真撮るんやないですかっていうことで、それを絵にして、実はゴッホもこういう風に描いているんですよ。で、本当にアーモンドじゃなくても梅でも何でもいいですよね。花とか拳でもこういう風に写真撮ったら自分の絵になりますし、十分絵になります。ちなみにこれ、よく調べてみるとですね、こういうページが出てきてですね、
これ、まあ、これ100年以上経ってるから著作権的にはフリーになってんのか、それを印刷して5万円で売るという、なかなか素晴らしい商売をされている方がいるというので、私ちょっと驚いたので、ちょっと載せておきます。絶対買わないでください。こんなの何の価値もありませんから、本当にこういうのは買わないでくださいというか、買いたい人は買ったらいいと思います。買わないでくださいというとダメなのかな。素晴らしい作品なので、ぜひ購入したらいいんじゃないでしょうかというふうな気持ちには、私は少しもなっておりませんというか、よくわかりません。やはりこういうことになっているんだなということをまず思い知らされた次第です。あとはですね、例えばセザンヌなんてこういう絵描いてますよね。リンゴと布と何か器。これ意外と皆さんスーパー行って普通にあるんじゃないですか。こういったものって実はあったりするので、そんなに難しい画題でもないんですね。だからなんかこう無理してなんかネットから例えば素敵なお寺の写真をとか素敵ななんか夕日の写真をとか撮ってきて描こうとかっていうことをやるんなら、もう本当に身近なものからにしていった方が、例えばそういうことを繰り返しやっていたりして、でも私はその営利目的なんか関係ないとかって言うかもしれないんですけども、ちょっと例えば SNS でポンと火がつくことあるんですよ。バズるというやつですか。わーっとなってすごく人気が出て、作品売ってください。その時言えます？これ実はネットの画像なんで売れませんって言えます？ 10 万でも20万でも払いますから売ってくださいって言われたらどうしましょうかってなりますよね。とかっていう問題が起こる、もう前に未然に防いでおいた方が絶対いいわけじゃないですか。当たり前ですけども、自分のオリジナルというのを探していくのはもちろん難しいのよく分かってます。でもやっぱりですね、そういう安易なところに行ってしまうと、僕個人的にはですよ、例えばYouTube で誰々さんを歌ってみたシリーズとかあったじゃないですか。あれ僕アウトやと思うんですよ。僕はね個人的には分からないですけど、それを例えばね有名な方でもそうじゃない方でもYouTube に上げて、それが収益化されるということはね、権利の一部の著作権的なものがとか、僕はですよ、知らないですよ。例えば有名な鬼の漫画とかを描いてみたみたいなのも一時すごいあったんですけど、あれって基本的に多分作者の人が別にいいよっていう寛容な何でしたっけ、香水っていう歌ですか、歌の鼻歌歌ってもこれ確か著作権に引っかかるらしいんですよ、こういうのって。で、香水っていう歌を芸能人の皆さんが歌ってバズって、多分それは香水を作られたエイトさんですかナインさんですか分かりませんが、エイトさんですね。その方が多分許してるからという問題ことなんだと思うんですけども、基本的には僕はああいうのアウトやと思ってたり、鬼の漫画のやつとか、一時本当に耳の大きな千葉あたりに住んでるけど東京と名乗ってる人のネズミ王国のやつなんかめちゃくちゃ厳しいって未だに言いますもんね。例えば顔がパンになってるアンコロが入ってるキャラクターのバーンチっていうのが得意なやつもあれ案外こう厳しいらしいですもんね。なんかこうアニメそのままを流しちゃまずいから、なんかこうね、いろいろみんな手を変え品を変えやってるとか、そういうところを考えていくとやっぱりですね、そこのところはものすごい細心の注意払っておく癖をつけておかないとまずいのかなというふうに思います。で、セザンヌなんていう作家さんもそうですし、例えば有名なところで言うと日本人のこの高橋由一鮭という作品ですね。皆さん見たことあるんじゃないですか。鮭という作品、この作品はこう近所の人にとかお世話になった人にお金ないから鮭を送る代わりにこれを書いて送ったから案外作品が残っているんですね。で、高橋由一っていう人は本当に日本西洋美術の黎明期に活躍された絵描きさんで、自作で絵の具を作ったりとかして、油絵の具を作っていった絵描きさんなんですね。で、花魁なんていうの有名です。こんなん描けませんね。鮭とか花魁をもう荒巻鮭一匹買ってきて吊るして描くことなんかできません。できません。私もできません。花魁のこんな人モデルさんで雇うことできません。私もできません。例えばじゃあこの人こういう絵描いてます。この作品というのは浅草遠望という作品です。すみません、ちっちゃくカンペがあります。浅草遠望という作品、
これ皆さんの日常にありそうな風景な気しませんか？これなんか本当にその辺歩いてたらピュッと花咲いてて、あ、夕日やっていう感じで、もしかして写真撮ることもできるかもしれませんし、そこでスケッチすることもできるような気がするんです。私だけでしょうかねっていう感じの作品。これは高橋由一の作品で、コンピラさんのところにある高橋由一記念館、香川県ですねにあるんです。私もこれ見に行きまして、非常に感動しました。香川県のコンピラのところにあって、お客さんがほとんどいなかったんで、ゆっくりここ見れてすごく幸せでした。四国の方、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。ちょっと皆さん見えにくいんですけども、これね、貝図っていう、題名ですけども、貝殻ペペ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 ペで横長に置いてるだけなんですよ。例えば僕の鬼好評なんかに送ってきたらね、もう細いのがビューッと画面に来るだけなんですけども、その際私の目のとこに持ってきましょう。この貝図もね、私の目のとこに持ってきてもいいかもしれませんね。持ってきましょうか。モザイクみたいになってますか？こんな感じでどうですか？貝をポポポポポと置いてるだけでも絵になりませんかね？とかですね、これが僕は一番面白いと思うんですよ。見てください。題名まっすぐですよ。豆腐。豆腐書いてますよ。ねえ、何ですか、揚げ出し豆腐かなんかを旦那さんが、今日のつまみはなんだ、揚げ出し豆腐よ。なんだ、揚げ出し豆腐なんかつまんないじゃないか。なんて言われるかもしれませんが、あなた何言ってんだ、高橋由一だって絵に書いてんだよって言い返してやってください。ね、その時はね、僕揚げ出し豆腐大好きでございます。揚げ出し豆腐も絵になるんですよ。豆腐も絵になるなんてすごいことだと思いませんか？有名な高橋由一も豆腐なんていうのを書いていたりします。こういったことで実は身近なものとかでも十分絵になるんですよ。だからなんかインターネットで素敵な写真とかペット撮ってペット描くなんていうことをなるべく極力控えていくようにしていった方が、なんか自分自身のためにはいいと思います。で、次はですね、岸田流星ね、皆さん見たことありますよね。霊子像はちょっと怖いぞっていう作品ですね。霊子像、これ私の今日光逆光気味なんですけども、同じように怖いですよね。霊子像というのを並べておきますが、怖いです。非常に怖いですけども、ある鬼好評の80回ぐらいの前後のとこで、すごく手が小さい人がいて、霊子像みたいじゃないですかなんていう風に、動画の中で言ってるんですけどもね、この作品見てください。まさにそういう感じしませんかね。笑っちゃいますよね。手ちっちゃいですよね。ものすごくこの辺口この辺になっちゃうよっていう風に言ってるんですけども、霊子像なんて書いてる岸田流星なんかでも、例えばこれもう超有名ですけども、これなんか本当に私がちびっこい頃過ごした昭和50年代、案外こういう景色昔ありましたよね。皆さんね、ちょっとまだ舗装されていない道と塀と空、これはもう今や重要文化財になっているわけですよ。重要文化財、これは、道路と土手と塀という題名です。だから意外と近くにいろいろあって、それが名画になって、それがもう国の重要文化財になっているということがあるんですよ。だからね、こういったことも参考にしてみたりとかですね、この作品ですね、壺とリンゴでしたっけね、壺の上にリンゴが乗ってある絵ですね、こういう作品もね、なんかうちのお父ちゃんがなんかもう本当になんか骨董趣味でインターネットですぐこういう壺買ってくるんですよ。先生どうしたらいいですかね。私知りませんって言いますけどもね、その壺の上にリンゴをポイと置いてみてください。そしたらそのね、骨董趣味の旦那さんが怒るかもしれませんが、岸田流星だってこんな絵描いてるのよって言い返してやってくださいね。私の絵が岸田流星みたいにめちゃくちゃ高くなるかもしれないのよとか言い返してやればいいと思います。本当壺とリンゴだけでもそれでもすごい絵になりませんかね。本当に普通にこの作品なんかもすごく僕大好きな絵です。リンゴと瓶と赤きリンゴ2個と瓶と茶碗と湯飲みという題名だそうです。1917年の作品なんですけども、今から100年前の作品、全然色あせてないと思いませんか。まだまだなんかすごく新しい感じがするというかですね、非常に家の中の古びた茶碗とかがあれば、ちょっとこれ置いてみようかなとか、昔そういえば手作りの名のあるなんか陶芸家の人が作った茶碗買ったなとか、
うちの旦那の骨董趣味でまた始まります。やめましょう。そういったものを十分絵にできるということを皆さん知っておいてください。ぜひそういうのを知っておいてほしくて、こういうのを作りました。で、岸田流星とすごく世代が近い、多分僕は影響を受けていたのであろうと思う絵描きさんの一人に、この高島彌十郎という絵描きさんがおります。いやー、高島彌十郎僕大好きで、私の動画でしょっちゅう出てきて申し訳ございませんが、ね、今日これ録画してんのが5月25日、6日、皆既日食皆既月食ちょっと分かりませんが、なんか九州は全く曇りで見えなかったんですが、月と葉っぱだけ絵にしてるんですよ。どうですか皆さん。インターネットでね、素敵な絵画の写真とかもらってそれを描くとかっていうよりは、日常にそういう目線も張ってみてください。自分のオリジナルってそういうことじゃないですか。そうじゃないと本当に後々大きな問題になりますよということでございます。であるとかですね、これなんかカラスウリ、僕これ子供の頃から大好きで、子供の頃というか大学生の頃から大好きでした。ある時何かでこれ見たんですけども、でその後すごくこうブレイクするきっかけっていうのは、高島彌十郎っていうのは確か今から15年近く前だったんですけどね、高島彌十郎展っていうのが久留米市美術館でやっていて、そのこと書いてありました。とあるテレビ番組でこの作品がっていう、蓮の池かなんかの大きい55ぐらいの作品なんですけども、出てきて、オークション番組じゃないですね、何でもなんとか団っていうやつですね。それに出てきて、僕はもう画面上でもうびっくりしましたもん。これめちゃくちゃいい作家やっていうことで、そこからまた火がついたという形になってるんですが、世代的に言うと岸田流星の1個確か年が下だったかなと思います。ちょっと年齢すみません、間違えていたら。でこのやっぱオリジナリティを探すために本当に身近なものですけども、カラスリもこういうふうに描いている、壁の前に釣っているというだけでこんな風に素敵な作品になるということ。またこれなんかどうですか。桃とこれすももですかね、桃とすももという題名、お皿とテーブルクロスかなんかに置いて、で自分の少し色とかに変えてあげるだけでも十分絵になると思いませんかね。ちょっとすももを買ってこようかな。買わなくてももしかして桃かなんかの木の下にポコッと落ちているかなんかのを借りる、後で返せばいいんじゃないですか。桃自体はなかなかその辺に落ちていないと思うので若干高値でございますが、ちょっと買ってみて、買ってですね、奥様と一緒にスーパーに行って、今日は桃が食べたいななんてわけわかんないこと言ってみて、じゃああなたのパチンコやめなさいよ、分かった、今日明日は行かないよなんて適当なことで、桃でも買ってもらったらどうでしょうか。桃とすももという作品、案外こういう日常のものとかでも十分素敵なかっこいい作品になりませんか。こちらの彌十郎ですね。また拳とリンゴという作品ですね。リンゴと拳、木蓮とか拳とか、ちょっと切るのあれでしょうけども、近所の人で、木蓮の花が咲いているような家があったら、すみません、何かお裾分け持ってですね、ちょっとですね、桃いっぱい買いすぎたので桃あげますのでちょっと切らしてくださいとか頼んだらね、それだけでも近所の素敵な交流につながるかもしれません。とは言ってもですね、なかなか今もずっと見てきたのもちょっと外に出ないといけないなという感じかもしれません。このご時世ですから。家にもしかしてこんなものありませんか。ろうそくなんてありませんか。これはですね、奈良県立美術館で5月30日までやっている展覧会ということで、この動画が公開されている頃には残念なことに終わっていて、すみません、奈良県立美術館の人早めに言ってくれたら私宣伝できたのですが、残念ながらこれを撮っている時には5月の27日ぐらいなので、6日か7日なので、ちょっとアップできませんで申し訳ございません。すごい多分いい展覧会やったと思います。もうこれは私はその彌十郎の展覧会の大きい展覧会いくつか見に行っているんで、4回ぐらい見に行ってますんで、おおよその作品は見てますけども、やっぱすごいです。特にこれろうそく1個なんですけどめちゃくちゃ絵になりませんね。わーってなってるのがもう揺れて見えるんですよ。それがまたシリーズでわーっと書いてあるんですよね。でおそらくそのろうそくというのは岸田流星高橋由一の鮭に対して、彌十郎はろうそくというものを多分近所の人にプレゼントしてるんじゃないかなって個人像が多かったりするので、確かそんなこと書いてあったような記述が残っていたような記憶をしておりますね。っていう感じで、一応生物とかちょっとした風景みたいなほぼ生物だったんですけども、いやいや俺は人物描きたいんだよなんていうふうに思っている人もいるかもしれません。じゃあ一番身近なところで、例えばちょっと海外の作家さんですね、レンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レインという絵描きさんです。有名ですね、レンブラントなんてずーっ
と自画像山ほど描いてます。これすごい若い頃の作品なんですけども、22歳の時やったと思いますけどもね、若い頃の作品ほぼ逆光。実はこれねレンブラント風にちょっとしてみようと思って、光をバンとこういう風にするだけでもだいぶ印象変わりませんか？ライトを少し変えてみましょう。ほら、ここにライトがあるんです。めっちゃ眩しいですが、こういった感じで光を変えるだけでもだいぶ印象が違いますよね。おじさんがただ闇から光に出てきた。やっぱり闇に戻しましょう。顔が汚いので。という感じであるとかですね、レンブラントハルメンスゾーンファンレイン。例えばこれなんかは先ほどのような光かもしれませんね。この辺からドーンっていう風にぶつけてるような自画像です。これは MOA 美術館というのですか、ところにあるんですって、日本の。だから常設とかで出てこないかもしれませんけども、これは日本の美術館、箱根にあるそうです。箱根の箱根美術館 MOA という美術館にあるそうで、うわこれは見に行きたいなという。私これ、2021年これ5月ぐらいに上げてるんですけども、今度模写しようと思っています。模写もまた上げようかなと思いますが、模写を上げてもあんまり視聴回数が伸びないので上げない可能性が高いですね。こういう自画像、皆さん自画像描いてみられてはどうですか？この辺はだいたいピークの時ですね。絶好調、レンブラント絶好調という時なんですけども、こういう風に自分をいっぱい描いている絵描きさんです。この頃のレンブラントですごく調子が良かったので、もうすごくこうかっこつけてますよね。そういった感じも見受けられます。晩年の方はちょっとこう調子が悪くなっていって、おっとっとなんか土砂降り警報が出てます。晩年の方はちょっと調子が悪くなっていってるという感じも、やっぱりこれ実はすごくレンブラントのいいところで、若い頃から年を取っている時まで自分をしっかり残していっているというところ、皆さんちょっと自画像なんて描かれてみてもいいんじゃないかなと思います。いやーやっぱりなーとかっていう人もおるかもしれませんよね。自画像はちょっとっていう感じの、例えば旦那様、うちのね、かみさんもめちゃくちゃガミガミうるさいんですよ。うちなんか全然違う。超カインドネス優しいですからね。そういった方もおられるかもしれません。またあなたお酒ばっか飲んで何してんだよ、ちゃんと働きなさいよとかって言われてるかもしれませんよね。そういった人にはこういう絵はいかがですか？これなんかおっかさんという鴨入れという絵描きさんの作品でございます。おっかさんが怒ってますね。酔っ払ってるんでしょうね。旦那様か何かを完全に怒ってる絵ですね。絵になるじゃないですか、十分に。どうですかね。そこに実はいたんです。皆さんにとって何か生涯のテーマとなるものがかもしれません。いつもガミガミ怒っているお母さん、おかみさんを描いてやろうと書いて発表したら怒られるかもしれませんので、こっそりやられたらいいと思います。それがね、例えばこれやったらもう酔っ払いの作品です。酔っ払いを描いております。これは久留米市美術館で昨年あった展覧会のポスターをお借りしました。久留米市美術館の皆さん、頑張ってください。また近いうち行きますが、久留米市美術館に、やっていたポスター、今回僕のやっぱ好きな作家さんとかやっていったらちょうどポスターとか結構あったので、もう終わってしまったのもこう流してしまっていますが、であるとかですね。この作品なんかもいいじゃないですか。もう本当にもう飲んだぜ今日はっていう感じで、私はこういう状態最近全くありません。もちろんね、飲み屋とか行けませんのでですね。いや懐かしいですね。若い頃こんなんしょっちゅうありました。ちょうどこれも本当にすみません、宣伝案件じゃないんですけど、本当に5月の22日から7月の18日まで、笠間日動美術館というところで唯一今ずっと流していて、3つ目かな、ポスター流してますけども、これちょうどやってる最中じゃないですか。今録音これを公開しているのは2021年5月何日ですけども、ちゃんと自分でホームページで見て確認していってみられたらいいと思います。笠間日動美術館というのは茨城の、笠間というところにございまして、若干駅から少し遠かったですけど、タクシーかなんか乗ったらそんなかからなかったと思います。僕自身はめちゃくちゃ好きな美術館、もちろん日動さんとの付き合いがあるからこんなことでおべんちゃらしてるつもりではないんですよ。でも本当好きな美術館で、本当になんかこう山の中森の中に静かにあって、いろんなものがあって、今あるか分かりません。私の作品もあるかもしれませんし、あとは絵描きさんのパレットとかを常設展示してあったりするかもしれません。ちゃんと調べていってください。私は調べずに今適当な情報を流しております。僕は多分、好きな美術館トップ10には余裕で入ってくる美術館だと思います。ぜひ感染密を避けられて行かれたらいいんじゃないでしょうかということでございます。とは言ってもなんか人物じゃな
生物もなかなか外にも出にくいけどもなんていう人、今日の晩ご飯は何だったでしょうか。お魚ですか？焼き魚、鮎ですか？鮎なんていいですね。僕はヤマメとか鮎、川魚が大好きでございます。この磯江剛先生の作品なんかどうですか？お魚のこの食べた骨とちょっと画像が悪くて申し訳ないですが、これは磯江剛先生の画集ですね。磯江先生も少しお話したことあるので、多分今天国で 見られてくれてたら載せても怒られないと思いますので、磯江剛先生のこういった作品どうですか？本当に磯江先生、これ画集とか皆さん買われたらすごいですよ。本当にすっごい絵描きさんで、こんなもうね、食べ終わった食べかけかのお魚を単なる白い綺麗な皿に乗せているだけで絵になっているんですよ。すごくないですか？実はそういう作品、磯江先生はたくさんあられます。だから私たちが何か簡単に拾ってきてしまう画像とかで絵を描くことに罪悪感がなくなってしまうようなこの時代というのは、その写真とかを撮ったりした人たち、もちろんいいよっていう人もいると思うんですけども、やっぱりクリエイターっていうのは自分で作っていくべきものだと思いますし、そこに楽しみとか面白さを考えないと、例えば学生さんなんかでも例えば一般の企業に就職して、君そういえばイラストレーションとかできるよねなんて言って、ちょっとこういうの書いといてよなんて例えば頼まれるとするじゃないですか。でも日頃そんなことやってないから、どうしようってなって、ちょっと、ね、インターネットで調べて、これいいや、これちょっと借りよう。結構それでなんか問題になってることありませんかね？私の画像が勝手に使われてインターネットのこれで酷似しているとか、だからそういうことにならないためにも、やっぱりですね、日頃からそういうことを自分の絵に対してはしておかないと起こりやすいというか、ちょっとずつハードルというのは下がってきてしまうじゃないですか。これぐらいいいからバレへんしな、これぐらいいいからバレへんしなっていうことを繰り返していくと、どんどん大きくなっていってしまいます。やっぱりですね、もう出来上がっているものっていうのは出来上がっているんですよ。だから構図にしても色にしても何にしてもすごく洗練されていて、そこまで一生懸命クリエイターが考えていってるわけですから、ちょっとそういうことは自分の作品とかにも置き換えて考えてみられてみてください。そして、アントニオ・ロペス・ガルシアさん、私もちょっとお会いしたことあるので、お借りさせていただきました。ね、ちょっとお綺麗なトイレの写真、絵ですけども、これ絵ですよ。トイレを絵にするんだという感じでございましょう。すごいですよね。自分の目線から見た下のところにあるトイレと、自分の視線からちょっと見上げたところにある窓、これを描いているというね。どう思いますか？そんなことを絵にするなんていうこと、皆さん考えてみられたことありますか？っていう感じで、日常の中に、美を見出して、それを作品にしているという人を今回紹介してまいりました。最後にやはりこの人を紹介しないとということで、今引きこもりの生活をしているあなた、そりゃそうです。今引きこもりが正しいんですからね、引きこもりをしていることが正しいわけです。それが皆さんにとって正解というか、皆様の感染予防、感染防止のためにはそれが一番ですし、やっていることは間違えていません。でもやっぱりなかなか辛いなっていう方多いと思います。私も本当に大学に行くときは車で行って、自分の研究室に行って、ほぼ人と会わずに帰ってくるというような生活がすごく多いです。でもやっぱり僕も家族もいますし、そういったことは考えてますので、何かあってはいけないということを考えてます。で、この人は実は30年間ほぼ引きこもりをしていたという人を見つけました。そうです。熊谷森和先生ですね。熊谷森和先生、誰ですか？この作品、自分のお庭のね、何ですかこのちっちゃなお花とカタツムリ、お庭ぐらいまで頑張って出られてみてはどうですか？もうこの人は自分の家の池袋の、確か千早っていうところあたりにあるんですね。またなぜこの熊谷森和先生の載せてるかっていうと、ちらっとだけその お嬢様のかや様っていう方とお話をもう今から25年ぐらい前にしたことがあるので、載せているんですけども、今美術館としてその熊谷森和美術館っていうのを経営されているというか、常設とかも作品置いてあります。で、こういうふうに本当に身近なこうですね、カタツムリとなんか庭に咲いてる花であるとかね。最後こちらの作品をお見せしようと思ってました。ほら、アリンコとなんかの目ですよ。どうですか？もう絵にできるわけですよ。
ね、皆さんどう思いますか？だから本当にちょっと自分のやっぱりこう本当にちょっとした目線、それでも十分絵になるよということを今回お届けしたくて、このような動画をお作りさせていただきました。やっぱり自分の身は自分で守るという時代がやってきております。何かこうやましいこととかグレーなこと、これぐらいいいかなみたいなことをなくしていかないと、何かポーンと例えば本当に皆さんでもすごく有名になる可能性十分あるわけじゃないですか。当たり前ですよ。でもそれなってしまったら過去も暴かれていくことってよくありませんか？もうネット警察のね、皆さんお時間が少しだけしかない方が一生懸命ツイッターの過去の2年前3年前こんな上げてたっていうネット警察と呼ばれるやつですか？素晴らしい正義感で世の中を良くしてくださって本当にありがとうございます。でもそういうのに捕まらないという保証は絶対ないんですよね。だからちょっとそれは私ももちろんそれは自分の身を引き締める意味でもこういう動画を作っているわけで、皆様にとってもそういう意味で、今回の動画が活用できればと思っております。30分ちょうど以上です。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。